コンケイクです。今回のテーマは、周りが思っているあなたへの本音です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード A、B、C の中から1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード1枚を使用して占ってまいります。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の周囲からのあなたへの本音ですけれども、途中まではですね、あなたに対して嫉妬心だとか暗いような気持ちを抱えてるっていう方もいらっしゃるんですけれども、だんだんとそれが明るい方向に変わっていって、あなたの味方になってくれるような方が増えていくという感じですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。ワンドのエースの正位置です。エネルギーに溢れていた時期です。いろいろとやりたいこともあったかなという感じですね。で、他の方、周囲の方っていうのは、あなたと接しているとポジティブな気持ちになれたっていうことで、過去に関しては、あなた自身がとても頑張ってらっしゃった時期なのかなと思いますね。頑張ってたし、しかも気持ち的にもかなりポジティブな気持ちになってたので、やりたいことが次から次へと自分の頭の中でも浮かんでくる。よし、じゃあ次これをやるかっていう風に思えたってことですね。で、そういう風にあなた自身がエネルギッシュに動いていることで、周囲の方たちっていうのもあなたにいろいろとパワーをもらえてたっていう感じですね。なので、あなたと一緒にいるとやっぱり前向きな気持ちになれるっていうところが大きかったのかなっていう感じがしました。では現在ですね、ワンドの5の逆位置です。周りに振り回されて混乱する時です。自分の立ち位置が分かっていない状況で、周囲の方からはなんだか気に入らないとかですね、負けさせたいとかね、そういう風に思われるっていうことですね。今は周囲の方たちっていうのがあなたにとって悪い方向に作用してるっていうのは間違いなさそうですね。あなたがやりたいこととかも周囲の方たちに邪魔されやすいだろうし、周囲の方たちにいろいろ言われてやったりしてみたものの、それは違うとか言われたりとかね、自分はどうやって動けばいいんだろうっていう風になってしまうので、もう途方に暮れてしまうっていうところですよね。自分は今どこにいればいいんだろうっていう風にね、悩みが尽きない感じになってらっしゃるのかなっていう気がしますね。で、それに対して周囲の方が何人かだと思うんですけれども、あなたに対してなんかこうね、嫌な気持ちを持ってるというね、負けさせたいって思うってことは、きっとそれだけあなたが目立つというか、輝かしいようなものを持ってらっしゃるっていうところがあると思うんですけれども、だからといってそれであなたに対して嫌がらせとかね、いろいろやってくるとか、そういう風な方向に行くのはね、良くないですからね。できればね、それが嫌だなと思ったらやめてくださいっていう風に言うべきかなとは思うんだけれども、それができない、そういうのに勇気いりますからね。であれば、自分の信頼できる方とかに相談しながら、どうやっていこうっていう風に助言をもらうのでもいいし、そう、自分自身がもうこの方たちとは接しないっていう風に動いてもらうとか、そういうのでいいんじゃないかなと思いますね。できれば抗議することは大事かなと思うけれども、それ以上にね、この方たちがもっともっと熾烈な感じでね、あなたに対して嫌なことをしてくるっていう可能性もあるからね、そのあたりはもう本当に様子を見ながらね、どうやって立ち回ろうっていうふうに考えていただくのがいいのかなと思うんですけれども、今はあなたが混乱してる時でもあるので、そこはね、無理に動く必要はないと思います。まずは、その混乱状態から抜け出すことが大事だと思うので、一旦ね、深呼吸して落ち着いて自分自身のその立ち位置がわからないっていうことなので、それを確認する作業が必要になってくるかなと思いますね。では未来ですね。こちらがバンドの8の逆位置です。
望んでいなかったことが起こります。足止めをされてしまうということですね。で、周囲の方も不満や嫉妬があるっていうことで、現在に続いて未来においても、あなた自身にとってはあまりね、嬉しくないような感じになってるんですが、これはね、でもまたその現在の立ち回り方によっては変わっていく可能性もあるので、そこをね、不安に思う必要はないと思いますね。望んでいなかったことっていうのは不意に起こることではあるので、じゃあ今ね、こうやって言ってるので、先に心の準備をしておくと、だいぶ気持ち的には違うのかなと思いますね。いつ起こるかわからないっていうところがあるのでね、それを止めるっていう風にできればいいけど、止められなかった時でも、ここで今知っているっていうことが大事かなと思うので、なかなかね、嫌ですけどね。でも、こうやって良くないこと、自分にとっては嫌だなって思うことが来るかもしれないので、そこに対する心の準備をしておいてほしいなと思いますね。で、足止めされるっていうのは、やはり周囲の方の邪魔が大きく関わってくるような気がしますね。そうなんですよね。周囲の方たちの本音というか、気持ちを見ていると、あなたの邪魔をしたいっていうところは感じられますよね。嫉妬心が大きいっていうことは、それだけね、あなたがいろいろとできる方とか、魅力がある方とか、そういうことなのかなとは思うんですけれども、それに対して自分自身があなたを見習って自分自身も頑張ろうっていうふうに思ってもらえればいいんだけれども、周囲の方たちっていうのはそういうふうに思わずに、なぜかあなたの足を引っ張る方向に力を入れてしまうというね。良くないですね、こういうのね。でもそう、自分自身がどうにか頑張ってあなたに追いついたり、頑張るぞっていう気持ちでやると、どうしても時間がかかる。あなたに対して足を引っ張って、それであなたを引きずり下ろせば、それが手っ取り早いっていうふうに思ってるのかもしれないんですけれども、でもそれはね、結局自分のためには一つもならないしね、成長することにはならないので、本当にその方たちっていうのは進歩をしていかないから、誰のためにもならないっていうことなんですよね。できればね、そういった方たちとご縁はなくしていけたらなと思うんですよね。あなた自身とその周囲の方たちっていうのがね。なので、今後ね、これから良くなっていくっていうのもあるので、この方たちが次第に離れていくっていうね、可能性はかなり高いので、ある程度そういうことだなみたいな感じで、スルーするというかね、そのお相手の方たちに対してあまり接触をしないっていうのが大事かなと思いますね。必要以上に接触しないっていうことは大事ですね。では周囲ですね。カップの6の正位置です。会話を心から楽しめる人、付き合いが長い人との方が相性がいいですということなので、周囲の方たちの中でもここに出てきてるのがポジティブなものだっていうことは、おそらくこちらの方たちの方があなたにとってはかなり強い影響を与えてくれると思うので、現在未来においてとてもね、嫌なタイプ、あなたと相性は悪いであろう方たちも近づいてはくるけれども、でもちゃんとね、あなたのことを大事にしてくれる方たちとも関係は続いていけるっていうことなので、安心してもらえたらなと思いますね。特に付き合いが長いっていうことは、それだけ信頼関係も大きいと思いますし、で、お話をしてても楽しいっていうことなので、何よりそれが大事ですよね。落ち込むことはもちろんあると思うんですよね。周囲の方たち、本当にいい方たちばっかりだったらいいんだけど、そうでもないっていうことなので、そういった時に、こういった方たちのことを思い出してね、それでまた気晴らしにね、会話を楽しんでもらうっていう風にしてもらったらなと思います。では、障害ですね。世界の逆位置です。最後までやり遂げるパワーがない、先のビジョンを書いているということで、これはね、でも、障害っていうか、周囲の方たちに邪魔されてるからっていうところもあるので、なかなかね、難しいところではありますよね。邪魔を振り切ってまで、最後までやり遂げられるかって言ったら、その前にパワー切れしてしまうっていうところはあると思うんですよね。ただ、先のビジョンっていうのを見据えるっていうのは大事かもしれないですね。あなた自身の障害になっていくことの中で、こちらの先のビジョン、未来の自分の姿っていうのをね、描いていくっていうことで、
少しね、前向きな方向に行けるんじゃないかなっていう気はしますね。今のことしか考えられないっていう風になっちゃうこともあると思うんですけれども、できれば小さな目標でも構いませんので、自分のその今大変な時より先に行った時にどういう風にしていきたいかなっていう風に考えてもらうと、気持ち的にもね、かなり違うのかなっていう感じがしますね。で、邪魔されてる状況でやり遂げるパワーが足りないっていうのは致し方ない部分があるので、そこに関しては周囲の信頼できる方、先ほどお話ししたあなたにとってはとてもいい方たちっていう方たちと相談をしていきながら、それで、助けてもらうっていうことは大事かなと思いますね。一人でね、あなただけで頑張る必要はないと思うので、あなたしかできないっていうこともあるかもしれないけれども、ある程度手伝ってもらうとかね、そういうこともしてもらいながら、あなただけが無理をする必要はないので、例えば自分が邪魔されてるなって思ったら、その時は協力を頼む。少しね、アシストをしてもらうとかはね、いいんじゃないかなと思います。それでは最終結果ですね。ワンドの7の正位置です。有利な立場を勝ち取れます。運気の風が吹いて何もかもが味方になるような感じになっていきます。そして周囲の方たちはあなたの本音が好きである。会話をリードしてくれるので安心しているということで、そう、ここに来てついにね、あなた自身の結果っていうのはね、良くなっていくということで安心いたしました。これまでは周囲の方たちの方がもしかしたら運気というか嫌な気持ちっていうのが強すぎて、あなたがそれに押し負けてたのかもしれないけれども、ここではあなたのパワーの方が強いので、有利な立場でちゃんと勝ち取るので、邪魔っていうのもされにくいし、もうこう足を引っ張ってこうずるずる引きずろうとしてくるかもしれないけれども、それすらも弾き飛ばすような力があるのかもしれないですね。で、あなたにはもう運気の風、良い運気の風が吹き始めているので、ここで一気にね、勢いをつけてもらって、走り去っていく邪魔をする方たちからしっかり抜け出してもらって、それで自分自身のやりたいことだとか、目標だとか、やれることをやっていくっていう風にしてもらったらなと思いますね。で、周囲の方たちも、またここもかなりね、変わってきてる。あなた自身の環境が変わってるのかもしれないですね。そう。あなたの本音が好きっていうことなので、実際ね、どこまでを本音と言うべきなのかわからないけれども、あなた自身がこう話したことを、言ってることが好きっていうことでいいんじゃないかなと思います。解釈としてはね。あなたと会話をすると、さっき心から楽しめる人っていうのもいらっしゃったから、その関係かなとは思うんですけれども、何よりも、あなたの話し方とか、そういったところが好きっていうこと、安心するっていうことで、あなたのことを好いてくださる周囲の方がいらっしゃるようなので、そこに関してもね、良い関係性を築いていけてるのではないかなっていう感じですね。本当に良かったです。ここでしっかりとあなたの運気っていうのはね、逆転していくような感じになっていくので、仮に現在とか未来とかでどうしても自分がね、思うように動けないということがあれば、ここをね、まず目標にしてもらうのでもいいのかもしれないですね。できればね、早めにいい方向に行けばいいなとは思うんだけれども、こればっかりはね、本当にあなた自身がどういう風に動けばいいかっていうのもね、周りを見てみないとわからないっていうところもあると思いますし、無理をする必要もないと思いますし、自分自身に少しね、余裕ができたら、そっちの方向に早くね、動けるようにしてもらうっていうのでいいと思いますね。では助言ですね。こちらが戦車の逆位置です。無理に進めず一度立ち止まって路線変更をしましょうということですね。ってことは、できれば早めにとはお伝えはしましたけれども、様子を見ながら進むのでも全然いいんだよっていうことだと思いますね。無理に動いて自分が疲れてしまうっていう方向になるんであれば、そうじゃなくて自分を守るために無理に進めなくて、しっかりね、立ち止まってもらう。あとはね、自分の立ち位置が分かってないっていう部分が現在で出てきましたけれども、そういったところでも分からないまま進んでしまうんじゃなくって、一旦自分がどこに立っているべきなのか、
っていうのを確認するために止まる。どうしてもね、焦りとかもあるかもしれないけれども、そこで動きをやめる。自分の今やってることを一旦休止するとかでもいいので、そういうのをやってもらって、で、こっちに行けばいいんだなっていう風にね、気づいたところがあれば、そちらに路線変更をしてもらうっていうのでいいんじゃないかなと思います。では、オラクルカードですね。頭の中のネガティブな声は、あなたではなく、あなたは実に素晴らしい存在だということを、ここで好意的に思い出させてくださいということですね。どうしてもね、落ち込むこともあるし、何しろね、あなたに対して嫌がらせをしてくるタイプの方たちもいらっしゃるっていうところがあるので、そこでネガティブな心がね、頭の中を支配してしまうっていうことはあると思うんですよね。だけれども、ネガティブな声っていうのは結局いろんな要因が重なって自分自身の自信がなくなっていくからっていうのもあるので、本当はあなたは素晴らしい方なんですよっていうこともね、思い出してほしいなと思いますね。なかなか悲しい時にね、そこの気持ちまで持っていけるかって言ったらね、なかなか難しいところではあるんだけれども、こうやってね、お伝えはしてるので、時々ね、思い出していただけたらなと思います。あなたはとっても素晴らしい存在であるし、何よりも大事にされるべき方なんですよっていうことをね、思い出してほしいなと思います。そうですね。なんだかポジティブな本音とネガティブな本音が、それぞれね、分かれてる感じでしたよね。ただ、最もあなたに影響力を与える方たちっていうのは、周囲のところに出てきた方たちだと思うので、そう。だからね、そこまでね、怖がる必要はないと思います。ちゃんとね、助けを求めれば助けてくれる方もいらっしゃるし、あなたのことを好いてくださる方っていうのはたくさんいらっしゃるので、そう、そちらの方に目を向けてほしい。どうしてもね、ネガティブな方の感情に支配されやすいですよね。あの方たちに嫌われてしまった、みたいな方向に行っちゃうんだけれども、嫌われてるとか、嫌がらせされてるっていう方向に目を向けるんじゃなくって、こんなに優しくされてる、仲良くしてくれてる方がいるっていう風なね、そちらの方に目を向けてもらえればなと思います。そうすることで、少しずつね、自分自身が見えてこなかったものっていうのをね、開けていくのかなと思うので、よろしければですね、こちらの方を参考にされながら動いてみてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の周囲からあなたの本音なんですけれども、周囲の方からの本音がとにかくコロコロ変わるような感じになってるので、どちらかというと接する方たちが変わっている可能性がありますね。それによって接しているというか、影響が強い方たちがそれぞれ違うのかなっていう感じなんですけれども、それによってあなたに対する本音っていうのが変わってきてるのかなっていう感じはしますね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。世界の逆位置です。自分を活かせずどうでも良くなっていた時期ということで、不満足な時期っていうことですよね。自分自身がもっとやれるはずなんだけれども、それがうまいこといかないっていうことですね。世界なので、かなり自分の中では大きく動きたいっていうところがあったんじゃないかなと思うんですけれども、それが逆効果になってしまったっていうところで、あなた自身もかなり消化不良な感じで終わってしまったのかなっていう感じですね。で、あなたに対して周囲の方っていうのは、良くも悪くも記憶に残らないということで、でもなんか記憶に残らないって言われると、悪い方の方が強くないかって思っちゃいますよね。自分にとってあまりいいとは思えない方たちからもあまりね覚えてもらってないっていうことなのであれば、それはいいのかもしれないんですけれども、でも自分自身が覚えててほしいっていう方たちからもなんとなく印象が薄いっていう風になるのは嫌ですよね。そうですね。自分自身がこの時にうまいこと結果を残せてないっていうところもあって、それで本来だったら注目されるべきところだったのが、周囲の方たちからもそういう評価になってしまったっていうところがあるのかなと思うので、過去に関してはあなた自身もお辛かったんじゃないかなと思いますね。そうですよね。これがね、
本当に何でもできるぞっていう気持ちになれればよかったんだろうけれども、そこがね、うまいこといかなかったっていうことですね。では現在ですね、こちらがカップの6の聖地です。昔を振り返り優しい気持ちに、自分のルーツを振り返りながらこれからに生かしていく。ということですね。で、周囲の方たちからは会話を心から楽しめる方っていうことで覚えていてもらってるっていう感じですね。昔を振り返るっていうのはおそらく過去のことじゃなくてもっと前のことかなと思いますね。じゃないとなかなか優しい気持ちにはなれないと思うので、何か自分自身の中で楽しかった出来事だとか優しい気持ちになれるようなそういった温かい思い出っていうことですね。そういったところを思い出しながらうまくやっていけるのかなっていうところですね。で、自分自身が何なのかっていうね、ルーツっていうと、いわゆるね、自分の人種だとかそういったところに使われるっていうのもあるけれども、それだけじゃなくってね、そう、自分自身が今ここにあるのは何なのかっていうところを、根源的なものとかそういったところもルーツになるのかなと思うので、そういうのを振り返って自分がなんでここにいるのか、何をしなければいけないのかっていうのを振り返ることで、これからどうしていったらいいかなっていうのがしっかり前向きに考えられる時期なのかなって思います。で、周囲の方たちもだいぶね、変わってますね。だからね、多分ここから考えると、だいぶあなたと接してるのが近い方っていうのが変わってるのかなっていう気はするんですよね。あなたと会話ができるのが楽しいと、幸せだなっていう感じになれるっていうことでね。お相手の方たちが会話をね、楽しめるってことはあなたも多分楽しんでいる状況だと思うので、その点ではね、すごくいい関係を築いていけてるあなたと周囲の方たちっていうのがね、しっかりと親しみを持って過ごしていらっしゃるのかなと思いますね。では未来ですね。戦車の逆位置です。苦しい立場に追い込まれます。何かを中断せざるを得ない。そして周囲の方たちの本音は意見が合わないということでね、かなり激動ですよね。過去ですごく苦しいなっていう風になってて、現在は何か前向きな方向に行ける。でも未来ではまた苦しい状況になってしまうということで、感情がね、忙しくなってしまうんですけれども、ただ未来っていうのは変えられるっていう気持ちでおりますので、私自身もね。だからここで見たからといって、もうダメだっていう風に諦める必要はないし、ここから戦車の逆位置を正位置に変えることで勢いをつけて進んでいくっていうこともできるはずなのでね。そう。なので、できればね、これを鵜呑みにするのではなくて、だったら変えるぞっていう風にね、動いてもらえればなと思います。これがね、逆位置になってるので、その未来としては一応ね、苦しい立場に追い込まれる。どうしても進みにくくなるっていうことですね。で、あなた自身が本来だったらやりたかったことっていうのが中断するしかない。足踏みさせられてしまうっていうところでね、戦車っていうか、車ですよね。車がエンストを起こしてしまって、エンジントラブルですよね。起こして、それで動けなくなっちゃったみたいな感じのイメージかなと思うんですけれども、だからあなた自身がというよりは、あなたを動かすための外的要因、車の部分ですよね。そういった部分がどうにもならないところが出てくるのかなと思うので、それをね、もちろん、車を修理してじゃないけれども、その外的要因を取り除いたりとか、何か自分の足止めになるようなことっていうのを先にリスクをいろいろと考えておいて、それを避けられるようにしておくっていうこともね、いいんじゃないかなと思います。今、こういう風に出てるから、自分がこれをやりたいんだけれども、これをやるためにどうやったら進みやすくなるだろうかっていうのを考えて、いろんなリスク、これをやったら、もしかしたらこういう風に悪いことになっちゃうかもなとかね、いろんなことを可能性を考えて、それを考えることで対策ができるっていうこともあると思うので、できればね、そういう事前に対策を考えながら進めてもらうっていうことがいいかなと思いますね。で、周囲の方の本音っていうのはね、意見が合わないっていうのは、どうしてもね、あなた自身の意見と
お相手の方たちの意見っていうのが正面からぶつかり合うことだってありますからね。なので、お互いにね、それをすり合わせて、ある程度お互いに納得できるところまで持っていけるんだったらいいけれども、どうしてもね、無理っていうこともあるので、そうなったら、しょうがないですねっていう風にしてもらうしかないのかなと思いますね。別にね、あなた自身が納得できなければ、周囲の方たち、お相手の方たちに対して譲るっていうことは必要ないと思いますね。意見を自分自身が下げてしまって、お相手の方たちの意見を優先するっていう方向に別にする必要はないし、ただ相手の方たちの意見にも一理あるなと思われたんであれば、そういった方向で、少しずつね、お互いに譲歩していくっていうこともね、できるとは思うので、ぶつかり合って無理だなと思えばそれでいいと思うし、何かお互いに変えられるところがあるんじゃないかと思われるんであれば、そっちの方向に動きながら少しでもね、意見を合わせてもらうっていうことがね、いいんじゃないかなと思います。もうこれはね、本当にその時の、そのお相手の方と自分の意見がどの程度分かれるかっていうことですよね。合わないかっていうところだと思うので、そこもまたね、お相手の方としっかり話し合いをしてもらったらなと思います。では、周囲の結果ですね。ペンタクルの3の逆位置です。協力しない方、会話の行き違いが生じる方ということですね。困りましたね。協力してくれないのか。これは未来のところに出てくる方たちなのかな。そうなってくると、かなりね、あなた自身苦労されるかもしれないですね。で、会話の行き違いが生じてしまうっていうことなので、これがね、怖いんですよね。お互いね、分かってるつもりで話してたら、実はかなりすれ違ってたっていうことも、どうしてもね、あるんですよね、会話ってね。そう。お互い頭の中にあった前提が違ったとかね、そういうことは全然あるので、それによって行き違いが生じてしまうっていうこともあるのでね、そう、協力をしてくれないからといって放っておくべきなのか、それとも協力してもらえるように、あなた自身が動く必要があるのかっていうところはね、ここもまた難しいところではあるんだけれども、あなたに心とかにね、余裕があれば、そういうふうに声掛けをしながら、その周囲の方たちっていうのを動かしていくっていうのもね、いいかなと思うんだけれども、もうあなたがいっぱいいっぱいで余裕がない、どうしようもないっていうんであれば、もう協力しない方たちに対しては、もう大丈夫ですっていう感じでしていくしかないのかなとは思いますね。で、会話ね、本当に難しい。そう、全部ね、考えてることがね、見えるわけじゃないので、話してても、何かお互いずれてしまうっていうことはあるからね。なので、そこをね、少しでも行き違いを生じさせないためには、前提の共有っていうのは大事ですよね。そう。自分たちが今何について話してるのか、何だと思ってこうやって話してるのかっていうのをちゃんとね、お互いに伝えておく必要はあるかなと思う。なので、あなた自身がまずは会話に対して前提の話っていうのはこれですよねっていう風なのは確認してもらうのはいいかなと思いますね。どうしてもこの占いを見てるっていう点であなた自身の方が把握してる部分が大きいと思うので、そう。なので、その自分と相手に対するズレが少しでもなくなるように確認作業っていうのはしてもらう必要があるかなと思います。では、障害ですね。こちらがペンタクルの9の正位置です。油断してチャンスを逃してしまう。常に何かを得ようとアンテナを張ることが大事ですということですね。苦しい時に動きやすくなるかって言ったらそんなね難しいとは思うんだけれども、でも現在においてが最もあなたが今穏やかな感じで過ごしていけるような感じがするので、ここでチャンスをしっかりね捕まえておくっていうことは大事かなと思いますね。周囲のあたりの様子を見ながらしっかりとアンテナを張って情報を掴んでおく。で、チャンスを得ていくっていう風にね、してもらうことが大事かなと思います。そうすると、また未来の方向も変わっていくかもしれませんね。そして最終結果ですね。ソードの9の逆位置です。人を疑惑の目で見るようになってしまうということで、これがね、悲しい方向になってしまってるな。かなりね、
未来から進んだ最終結果なので、これがこのまんまいってしまえばこういうことになるかもしれないよっていうことなんですよね。これがまた変わるっていう可能性はある。自分自身がどうしても疑心暗鬼になっちゃって、誰も信用できないっていう風になっちゃうっていうことなので、それはね、少しでもね、消してもらうようになったらいいなと思うので、まず会話のね、その前提条件の確認とか、あなた自身がいろいろ確認をしてもらうっていうことは必要かなと思いますね。そういったちょっとしたことでね、きっと人間関係っていうのも変わっていくと思うのでね。ただ、ここで怒りを原動力に変えることもできるので、怒りを原動力にして自分自身がやるぞっていう風になるっていうこともできるので、全く悪い結果っていうわけじゃないんですよね。ただ怒りなのでかなりエネルギーは消費されるからね、疲れるとは思うんですけど、自分自身のやる気っていうのはかなりあるような感じですね。で、周囲の方たちがどう思ってるかっていうのは、悲しみを抱えている、悲しみとか辛さを抱えているっていう風に見えてしまっているっていうことで、どっちかっていうといたわりの気持ちになってくるのかな、あなたに対してね。傷ついてるなっていうのが目に見えてわかるんだと思いますね。周囲の方たちはかなり心配してらっしゃるようなので、どうしてもね、疑心暗鬼になったり、疑いの目で見てしまうっていうところはあっても、ちゃんとあなたのことを心配している方たちはいるし、その方たちにね、心を開くまでいかなくてもいいので、ちょっとずつね、話をしてもらうっていう風な方向に行けばいいなとは思いますね。近づきたくてもね、あなた自身のその感情とかそういったところが大きく見えてるので、近づきにくいっていう風に思ってる方が多そうなので、あなた自身が近づいてもらうっていうことも必要かなと思います。それはね、気持ちが落ち着いてからでも全然いいと思います。あなたのことを大事にというか、どうにかしなきゃいけないんだろうけど、どうしたらいいんだろうなっていうふうに思ってらっしゃる方はいると思うのでね、助けになりたいなとは思ってるけれども、でも近づいていいのかなと、傷ついてるし、信用されてないような気がするしっていう悩みみたいなのがね、周囲の方たちも抱えてしまう可能性があるので、あなた自身が落ち着いた時にね、ちょっとずつね、お話ししてもらえればなと思います。では助言ですね。ワンドの8の逆位置です。人の心変わりに注意です。状況をよく観察してくださいということでね、周囲の方たちの心変わりっていうのは確かにあるかもしれない。このカードさんたちの動きを見てるとね。でも最終的なところではかなりね、心配してくださってる状況なので、もちろんね、あなたに対してひどく今まで優しかったのに急に態度を変えてくるとか、そういった方もいらっしゃるのかもしれない。だからこそあなたもどうしても疑ってしまうっていうところがあるのかもしれないけれども、とにかくね、状況をよく観察するっていうのは大事ですね。誰かの心変わり、そういったところもちょっとね、観察眼をね、養うことによってあなたが気づくのが早くなるのかなと思います。できるだけ傷つかないうちにそれが分かることで、その方たちから先に逃げることもできるし、避けていくっていうこともできると思うので、幅広く物事を見ていくっていうことが必要です。ではオラクルカードですね。すべてが恐ろしく不安に感じますが、だからといって何かがうまくいかないわけではありません。不安な感情は通常現実を示すものではありませんということですね。オラクルカードさんはどちらかというと優しい感じのメッセージが来てますね。疑心暗鬼になったり、誰かのことがどうしても信じられなくなったりとかあると思うんだけれども、それはきっとね、かなりあなた自身が不安に思ってるからだと思うんだけれども、それで全部が全部うまくいかないわけではないし、人間関係も全部がダメになるわけじゃないです。あなたがそうやって感情が先に来ちゃって、自分のいろんな心配の気持ちが先に来ちゃって、もしかしたら違うかもしれないのに、そっちの方じゃなくって、自分のその不安だとかマイナスな方向、ネガティブな気持ちっていう方向が先行しすぎて、全然見えなくなっちゃうのかもしれないので、現実はもっともっとあなたにとって優しいかもしれない。そういったものをね、少しね、意識してみるといいかなと思います。全部が全部本当に起こることじゃないから安心してねって言ってますね。そうですね。最もね、
落ち着いている時間がこの現在の時なので、この時にいろいろ考えてもらうのがいいのかなと。今後、停止状態になった時とか、停止状態になりそうになった時、そういった時にうまく対応できるように、他の道をね、考えるとか、そう、自分自身の動きやすい方向に動けるように方向転換してもらうっていうこともあるし、あとは誰かと話をしてる時にお互いに話がずれてないか、会話のその主題が実はお互いに違うんじゃないかっていうのはね、しっかり確認してもらって、それでズレを少しずつ直してもらうっていうこともね、大事かなと思いますね。そう、できればね、周りの方たちと信頼関係を築きながらね、進んでもらった方が、あなたもね、心が安定していくと思いますし、安心して過ごせると思うのでね、こういったこと少しでもいいので、できるだけね、参考にしてもらいながら動いてもらえればなと思います。それでは、こちら B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の周囲からのあなたへの本音ですけれども、あなたに対して相性が良くないなと思ってらっしゃる周囲の方もいらっしゃるけれども、最終的にもっと良くなっていって、あなたに対して好感を持っているっていう方が増えていくような感じですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。ペンタクルのクイーンの逆位置です。うまくいかないことがあるけれど、なぜうまくいかないかがわからない。原因が不明ということですね。で、周囲の方というか、これはもう、ほぼ誰かっていう感じなのかなと思うんですけれども、特定の誰かですよね。あなたが甘やかしてくれるから甘えるっていう風になってるんですけれども、これが関係性としてはあまり良くないのかなっていう感じがします。原因がわからないとモヤモヤしますよね。うまくいかない。でも、それの原因がわかれば対処もできるんだけれども、原因がわからないから何の対処もできない。それでモヤモヤしたまま進んでいくしかないみたいなね。これがなんでそうなってるのかがわからないので、自分自身もなんか嫌な気持ちになりますよね。で、周囲の方たちも別に教えてくれるわけじゃないでしょうし、難しいところですね、ここはね。本当に大変だったと思いますね。で、さらに周囲の方であなたに甘やかしてもらおうとしている。まあどっちかっていうとこれが甘やかしてくれる優しい大好きっていう方じゃなくって、その方が実際自覚があるか無自覚かはわからないけれども、あなたを利用する形になってしまってるっていうところが問題なんですよね。あまり関係性としては健全ではないっていうことで、そこは心配ですね。このままね、この関係性が続かない方がいいんですけれども、万が一ね、続いてたら、ここはね、厳しく優しくするっていうことをね、しないっていう風にしてあげるのがいいのかな。その方のためにもね。自分のためにもね、利用されないっていうことは大事ですからね。それは思ってもらえればなと思います。そして現在ですね。こちらがワンドのナイトの逆位置です。トラブルが起こる気配です。今いる場所を離れる時です。周囲の方たちは反りが合わないと思っているっていうことで、過去の状態が一気に噴出した感じですよね。今がとにかくもっと大変だっていう感じです。で、今いる場所を離れる時っていうのが出ちゃってるので、離れた方がいいんじゃないかなと思いますね。新天地に動いてもらう。実際にその場所を変えてもらうでもあるし、もしくは心づもりとして気持ち的に話していくみたいなのもあるし、いろんな状況はあると思うんですけれども、まずは一旦そこから離れることが大事っていうことですね。で、周囲の方たちもあなたと相性が合わないと。ってことは、あなた自身もなんか相性合わないなって思ってる可能性はあるので、じゃあ、わざわざその相性の悪い方たちとこのまま交流していっても、結局うまくはいかないと思うんですよね。どちらかが結果的に不満を募らせて、喧嘩とか争いとかに変わってしまう可能性もあるので、それならば、やはり人間関係としても離れていくっていうことが大事かなと思いますね。万が一、もうすでにトラブルが起こってしまって大変なことになってるっていうことであれば、できるだけね、そこから早く撤収していくっていうことは大事かなと思いますね。では未来ですね。吊るされ人の逆位置です。こらえきれずに爆発します。
もどかしい展開が続いて、騒ぎが起きてしまうっていうことですね。周囲の方たちは、あなたが苦しんでいるなっていうのを感じているということで、過去、現在、未来で順番としてもう全て繋がってる感じがしますね。なので、今いる場所を離れても結局後々に何か戻ってくるものがある。自分の中で爆発してしまうものがあるっていうことですね。あとはその過去の段階でなんでうまくいかないのかがわからないっていう風になってたので、それが判明したことで大変なことになるっていうこともありますよね。で、自分自身がやりたいことがあってもうまいこといかない。とてももどかしい。なんか進みにくいな、ぬかるみの中を歩いてるような気持ちっていうんですかね。そういう風に進んでる吊るされ人なので、自分の体が吊るされてて自由が利かないっていう感じですよね。なんとか逃げ出したいけれども逃げられないっていう風になってしまうので、離れるのは今現在、ここに続くこれからなんですけれども、そこからまたちょっと苦しみがあるっていうことでね、心配ですね。これをね、今お話しさせていただいたので、ここからまた変わるっていう可能性はあるんですけれども、自分自身がこらえきれないってなる前に、小出しに自分の不満はちゃんと伝えておくっていうのがいいのかなと思いますね。全部ために溜めてしまったものを一気に噴出すると、結局それだけ大きなものが後に残ってしまう。自分自身が失うものも大きくなってしまうので、であればちょっとずつ自分の伝えたいことはしっかり伝えてもらうっていうことが大事かなと思いますね。もしくは自分自身に何か不満があるとかですよね。であれば、自分自身なので、そこはどこかで自分への愚痴みたいなものを他者に聞いてもらうっていうことも必要かもしれないですね。どちらにしろ、ここの段階ではあまり悪い方向の周囲の方じゃなくって、あなたが苦しんでいるのを見て心配しているような感じのイメージなので、だったらその方たちを頼って自分が今抱えている不安とか不満とかを少しずつでも吐露してもらうのが必要かなと思いますね。そうやって言ってもらって、少しでも自分が爆発していかないようにしてもらったらいいかなと思います。では周囲ですね。こちらがカップの9の聖地です。心で通じ合える人、会話の内容を楽しめる人っていうことで、そうですね、周囲の方で悪いイメージのところが多かったんですけれども、周囲で出てきたカードさんはものすごくいい感じのカードさんだったので、この方が一番あなたにとって大きな影響力を与えてくれる方たちだと思いますので、この方たちとしっかり仲良くしてもらえればなと思いますね。心で通じ合えるってすごいですからね。なかなかね、ここまで信頼関係を築くって難しいことなので、それはきっとあなた自身が好感を持たれやすいとかそういうところもあると思うので、自分自身にね、もっと自信を持っていいと思いますね。で、会話の内容を楽しめるっていうことなので、その方たちと楽しみながら、なおかつ自分の悩みとか、今抱えてる不安、不満を伝えるっていう風にしてもらったらいいのかなと思いますね。楽しい話をしてるから、今何も話さない方がいいんじゃないかっていう風にね、気を使ってしまうこともあるかもしれないんですけれども、そうなっていくと、先ほど見た未来のような感じで、自分自身が抱えきれなくなっちゃって、どうしようもなくなってしまうっていう状況になってしまうので、そうなる前に負担を減らしていく、心の中の負荷をね、軽くしていくっていうことをね、他者に頼るっていうことも大事なので、そういう風にしてみてください。そして障害ですね。バンドの10の正位置です。あれこれと手を出しすぎているということで、なるほどね。これがいろいろと問題の根幹にあるのかもしれないですね。あれこれと手を出しすぎているっていうのは、あなた自身が好きでやってる可能性もあるし、じゃなくって、あなたがやってることとは別にいろんなことを頼まれやすい。あなたの優しさとか、もともと甘やかしてくれるって思って近づいてくるタイプの方がいるようなあなたなので、おそらくね、受けると思ったらもう断れないというか、言われたら受けてしまう。優しい気持ちがゆえに、そういうふうに全て受け止めてしまうっていうことになって、それでいろいろとやっていくうちに、気づいたら自分のキャパオーバーになってるってこともありますよね。なので、ある程度頼まれたこととか、
どうしても断れないとかはあると思うんですよね。だけど、断れなくっても自分の状況をちゃんとお話しすることで、向こう側が気にして、じゃあこれ頼むのやめようかなって思う可能性はあるので、しっかり自分が今どんな状況かっていうのを逐一伝えておくことは必要かもしれないですね。それは大事です。で、自分が好きでやってる場合ですよね、あれこれと。それの場合は、もうどれかに優先順位をしっかりつけてもらって、どれかを後回しにしてもらうとか考えてもらう。もう全部やりたいって思われるかもだけど、それをやっちゃうことで、あなたが結果的に苦しんでしまうことになるので、それだったら、障害にならないように、うまいことバランスをとってもらうっていうのは必要かなと思います。そして最終結果ですね。こちらが魔術師の正位置です。すべての物事がうまくいくようになります。やりたいことに着手できます。周囲の方たちがあなたが説得力のある言葉の方だなと思われる。そして行動力があるなと思われるっていうことで、もうここでね、あなたのこれまでのね、苦労とか頑張りとかが報われるっていう感じなんですけれども、私としてはね、できればこれよりももっと前からあなた自身のご苦労とかそういった荷物がね、減っていってほしいと思うので、さっき言ったね、障害のところでも言ったようなこととか、あとは自分の不満とかをね、ちょこちょこ小出しにしていくとかね、そういうことはやっていってほしいなと思います。それはそれとして、結果的にここではいい方向にあなた自身の運気がいきますよっていうことなので、それは本当おめでたいことなのでね、嬉しいですね。これまで滞ってたことっていうのが、どんどん進んでいくようになって、すべてですからね。すべての物事がうまくいくようになって、良い方向に行けるっていうことなので、良かったです。魔術師ってね、1番目のカードですよね。スタート的な感じのね、イメージでも見られるんですけれども、今まで本当に大変だったから、ここからがスタートなんだっていう風にね、気持ちを切り替えて動いていくのもいいのかなと思いますね。もう過去のことをずーっと引きずってしまって、ネガティブな思いのまま続けるよりは、自分は生まれ変わったんだっていう気持ちでね、やってもらうっていうのもいいかもしれませんね。で、自分が好きなこと、やりたかったこと、本当はやりたかったのにうまいこといかなかったことっていうのもちゃんとできるようになりますので、そこも安心しますね。そうやってあなた自身の物事がうまくいくようになると、人間関係もね、やはり健全になっていきますよね。どうしても余裕がない時って変な人も近づきやすいというか、なんでこんな大変な時に大変なことばっかりっていうことありますよね。で、うまくいくと良い人間関係も築きやすいっていうのもありますし、あなた自身が余裕が出てくるので、どんどんあなたの魅力を発揮できる機会も増えていくと思うんですよね。そういうことで、周囲の方っていうのは、あなたの言葉に説得力があるなと思われる。これまでのご苦労された分を見てると、それはね、ご苦労されたっていうのは経験値にもなっている。だからあなた自身が発した言葉はものすごく説得力があるし、納得できるなっていう風になるということですね。なのであなたから学ぶというか、助言をもらってる気持ちになる方もいるでしょうし、そういったところであなたの人間関係としての立ち位置ができていくのは大事かなと思いますね。そして行動力があることを称賛されていくっていうことなので、周囲の方たちがあなたを見習って動いていけるようになったらいいのかなと思いますね。そうすることによってあなたの負担とかも減るかもしれないし、周囲の方たちが見習うことでね、一緒に頑張っていこうみたいなね、気持ちにもなれるかもしれないし、何にせよ、ここはね、本当に良い循環ができております。そして助言ですね。こちらがソードの2の逆位置です。二枚舌の相手に気をつけること。逃避はやめましょうということで、二枚舌の相手っていうのが多分過去に来てるような方とか、現在にいる方とか、そのあたりのあなたを苦労させるタイプの方たちのことなのかなと思いますね。調子のいいことは言うけど、実は何もしてないとかね。そういうタイプの方いらっしゃいますよね。あなたに対していろいろ言ってくるけど、他のところでは大したことしてないとかね。良くないですね、そういうことね。こういった方とはできるだけね、交流を避けていくっていうことは大事かなと思いますね。あと、逃避ですよね。逃げること。自分自身が離れるとかそういったことは大事なんですよね。逃げるっていうことが大事なんだけど、逃避っていうのが、ここで出てくる逃避は、現実を何にも見なくっ
、もう自分の妄想の世界とか夢の世界に逃げてしまうとか、そういう感じですよね。現実はちゃんと見なきゃいけない。見つめ直さなきゃいけない。だけれども、そう、お辛い時もあるから、どうしても気晴らしとかはしたいと思うんですけれども、そういったところは、気晴らしはもちろん大事なんだけれども、そうじゃなくって、現実から自分自身が逃げていって、それで妄想の世界に入り込んでしまって、ふわふわしてしまうというか、どうしようもないっていう感じに、そうですね。自分を守るための行動ではあると思うけれども、あまり深く入り込みすぎちゃうと、今度自分の現実とのギャップにますます苦しむことになるので、あまり逃げ込みすぎないように、妄想や夢の世界にね、自分の中である程度折り合いはつけて現実はちゃんと見るっていうことはしてもらったらと思います。それではオラクルカードですね。こちらがあなたは強く賢く、そして大丈夫ですということでね。オラクルカードさんがあなた自身を元気づけてくれてるようなメッセージくれてますね。本当に今がまさにね、お辛い状況かもしれないんですけれども、でも本来のあなたはとても強くて賢くて、さらにお優しい様々な魅力を持っていらっしゃる。なので、本当だったら大丈夫なんです。今ちょっと人間関係とか、様々な要因でトラブルが起きてたりとかで、辛いっていう気持ちの方が勝ってしまってると思うけれども、ちゃんとね、あなたはいい方向に進んでいけるから大丈夫ですよっていうことですね。現在を変えることはできないけれども、未来はしっかり変えることができるので、そういったところからね、まず今から変えていくっていう風な気持ちでね、進んでいただけたらなと思います。そうですね。今回は本当順番であなた自身の限界がね、どんどんひどくなっていくっていう、限界値を超えて大変なことになるっていう感じだったので、まずね、未来はね、変えられるので、こらえきれないっていう風になる前に、あなた自身が吐き出せるものは全部吐き出してしまって、ちょっとずつね、やっていって、それで不満を溜め込みすぎないようにしてもらったらなと思います。で、人間関係としては、一番影響力のある周囲のカードがとても良かったので、この方たちをしっかりね、頼りながらね、動いていってほしいですね。で、最終的にはちゃんとあなた自身が良い方向に行けますので、安心して未来にね、進んでいってほしいなと思います。よろしければですね、こちらの方を参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。